まず冒頭ですね、私の方からご報告があります。一つはですね、広がれ、ありがとうの輪プロジェクトについてであります。新型コロナウイルス感染症への対応に携わる医療機関の皆様方、保健所をはじめとしてですね、いろんな方々にご尽力をいただいているわけでありますけれども、本当に感謝を申し上げたいというふうに思います。また国民の皆様にも日々のですね、感染対策についてご協力等々いただいております。重ねて御礼を申し上げます。今回、ハッシュタグ広がれありがとうの輪プロジェクトと題して、感染予防の徹底と医療従事者をはじめ、感染者やその周囲の方々に対する差別、偏見の解消を図ることを目的といたしまして、SNS を通じた対話型情報発信プロジェクトを開始することといたしました。賛同いただく組織個人の皆様とつながり、一丸となって推し進めてまいりたいというふうに考えております。具体的には感染予防の重要性でありますとか、医療従事者をはじめですね、身近な人々、方々への感謝の思い、これをですね、各 SNS 等で、ハッシュタグ広がれありがとうの輪をつけて、投稿をいただきたいと思っております。表現方法は文章、写真、動画、音声、イラスト、歌、ダンスなど可能な方法でですね、いろんな形で発信をいただければありがたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いいたしたいと思います。続きましてもう1点ご報告をいたします。感染拡大を今、しているわけなんですけども、医療機関がですね、いろいろと、コロナ等々の患者の方々に対応いただいておりますが、なかなかですね、こんな中においてですね、財政的にその病院を運営する中で厳しいというお声をいただいております。厚生労働省としては、いつも私申し上げているんですけれども、補正予算、予備費、こういうものを使ってですね、受け入れ医療機関のですね、病床の確保量でありますとか、それから診療報酬もこれ引き上げております。さらに申し上げればですね、院内の感染拡大を予防するための費用という形でもですね、ご支援をさせていただいているわけでありますけれども、この予備費等々、補正予算予備費等で3兆円の予算を確保しているんですが、これがですね、うまく伝わっていないというところがあります。一つはまだですね、それが都道府県から交付される部分もございますものですから、十分に行き渡っていないということもございます。こういう場合はなかなか手続きの問題もございますので、無利子無担保等のですね、危機対応融資という形でとりあえずつないでいただいて、その後こういうような交付金をしっかりと確保いただきたいというふうに思っているわけでありますけれども、なかなかそれがうまく伝わっていないようでございまして、せっかく、新型コロナウイルス感染症の患者の方々を受け入れていただいた上でですね、非常に医療経営が厳しくって、結果ですね、働く方々にもいろんなご不安をいただくわけでありますので、この3兆円をしっかりと使っていただいて、いろんな相談来るんですけども、こちらの方からこういう使い方がありますよ、こういうふうなもので確保できますよというふうにお伝えをしますと、それならばちゃんとなんとか運営できるような、それだけの収入を確保できるというようなお声もいただくものでありますから、これ、ちゃんとですね、各医療機関にそれを伝えなければならないというふうに思っておりまして、そこでですね、窓口といいますか、新型コロナ患者受け入れ医療機関の支援に関する総合相談ダイヤルというものを開設をいたしました。0120-024-700でありまして、本日11時に開設ということで、平日はですね、9時から18時まで、この、窓口を開いております。電話の受付をさせていただいております。ここにご連絡いただけますれば、どういうような支援のメニューがあるかもお伝えさせていただきますし、場合によって、いろんな状況がそれぞれありますので、なかなかメニューだけ申し上げてもわからないというお声もありますので、その場合には事細かくですね、こういうようなやり方をすればしっかりと資金を確保いただけますよというようなことも含めて、きめ細かくお手伝いをさせていただきたいというふうに思っておりますので、よく医療機関の皆様方、なかなか厳しくって運営ができないんだというようなお声をお聞きしますので、ぜひともこちらの方にお電話をいただきますようによろしくお願いをいたしたいと思います。改めてですね、
医療機関の皆様方、心から日頃、新型コロナウイルス感染に関しましてのご尽力いただいておりますことに御礼申し上げたいというふうに思います。それでは私からはですね、以上でございます。ご質問いただければというふうに思います。